どうもこんにちは、川勝健です。今日は新しいアッパー作っていきます。ナンバー9とナンバー10のアッパーを2足同時にやっていきます。いきなりですが、これすごくないですか？この色合いといい、この光沢感といい、ナンバー9のアッパーに使うコードバンです。コードバンというと馬のお尻の皮の一部で非常に強い光沢感が特徴的ですよね。これはもともとこういう製品です。こういうコードバンです。色がすごいんですけど、こういうものなんですね。これが丸々のコードバンなんですけど、これ色違いです。すごくないですか？これ、裏見るとこんな風にスタンプをしてあります。シェルコードバントスカーナイタリアっていう、シェルコードバンっていうタンナー名みたいな感じらしいです。イタリアのタンナーでコードバンばかり作ってるタンナーだと思うんですけど、でこのイタリアのタンナーのものをスロバキアのお店が売ってたんで、そこから直接購入して今回使うことにしました。コードバンというとアメリカのホーウィンが有名ですけど、その他にも日本の新規企画とか、あとはイタリアのロカドとか、イギリスのクレイトンとか、他にもいろいろありまして、このイタリアのシルコードバンというところのやつはこの色合いがものすごく特徴的、芸術的でかなり強く惹かれたので、今回これを使って靴を作ります。ちなみにこのコードバン、いろいろ色あるんですけど、これは黒ベース、これはコニャックだったかな。でこれは色かなり似てるんですけど、ちょっと違う色です。こっちの方がどっちかというと少し濃いめかなという感じで、このコードバン、商品名がロスコって言って、画家のロスコだと、マーク・ロスコだと思うんですけど、そういうちょっとアーティスティックなコンセプトのあるコードバンのようです。これを靴の形に切り出すとこんな風になりました。もともとランダムな染めの革なので、こうやって切り出すと色ムラというか、それが味なんですけど、左右でも違うし、この片方の中でもかなり場所によって色の違いがあります。これはアッパーに組み立てていって、さらに釣り込んだ時にどんな感じの表情になっていくか、すごく楽しみですね。デザインはホールカットダービー、外羽の一応ホールカット、以前作ったこちらの靴とデザインはほぼ同じです。羽パーツだけ手縫いで縫い付けて、あとは一枚革というホールカットダービーを作っていきます。一番コードバンの質感とか、今回でいうとこのムラ感、表情の面白さっていうのを楽しめると思います。このデザインの難しいというか手間のかかる部分は、縫う場所少ないんですけど、この部分手縫いで縫い割りするので、裏面をしっかり丁寧にすかないといけないんですね。でこの辺結構入り組んでて、電動のすき機ではちょっとすけないので、この辺手でついていきます。あとはこの L 字型をした羽パーツ、この部分に縫い付けるんですけど、こっち側もすき機では十分にすけないので、手ですいて微調整をしていきます。ちなみに手で縫い割りする理由としては、この部分カーブが結構きついので、しかもコードバンってかなり張りがあって硬いので、このカーブだとミシンで縫い割りができないですね。ですが僕の個人的な好みで、ここの急カーブが出したいので手縫いで縫い割りします。さらに手縫いで縫い割りするといいのは、顔の表面にボコボコっとした模様が出るので、コードバンの質感を強調するような部分があって手間はかかるんですけど、あえて手で縫い割りします。縫い割りするための穴を開けていきます。反対側にも穴を開けます。手縫いします。縫い付けるとこういう風になるので、縫い割りはこの方向ですね。ここからが難しいんですね。今こんな変な形で縫い付けられてるんですけど、表返すとこういう風になるんですよ。なのでこの羽の部分をこんな風に歪めながら手縫いしていきます。
これミシンだとかなりきついというか、このコード盤の革の硬さだとほぼ無理なんですけど、手縫いだとできます。こんな感じで歪めて縫ったら裏返して開きます。縫った部分を裏からハンマーで叩いて潰します。はい、縫えました。裏面はこんな感じで、この部分手縫いが見えます。で、縫い割りなんでつまんで縫ってるような感じに見えます。表はこんな風に歪め出た羽をしっかり平らにつけて、こんな感じになりました。縫い割り部分、少しこう縫ったところがボコボコするような感じがあります。で、このホールカットダービーというのは普通に型紙で全部取ることはできないんですね。なぜかというと、こういう風にここが重なるからですね。それとこの部分もね重なってるので、これを1枚で取ることはできずに、この L 字パーツを別付けする必要があります。普通のボックスカーフとかだと色は全く同じになりますけど、この革はこの色が特徴的なので、羽パーツと本体パーツの色も異なるので面白い見た目になってますね。なんですけど、この本体のつながりを意識してカットしてます。ここ色薄いんですけど、この色の薄い根元は少し暗めになってるところをチョイスして、この本体の暗いところからのつながりを意識してます。色合わせも考えつつ裁断してます。かかと部分はミシンの縫い割りです。開きます。さっき縫い割りした羽部分の裏には補強しておきます。パイピングを縫い付けました。靴のトップラインに縫い付けてあります。内側履き口ラインに伸び止めテープを貼ったので、パイピング裏返して作っていきます。ライニングを貼ったんですけど、ライニングに裏ハトメつけます。裏から補強の金具をはめます。ターンを縫い付けます。最後に羽の付け根のハーフムーンステッチを手縫いします。ナンバー10のアッパー製作していきます。ナンバー10はナンバー1で使ったのと同じ革、イルチアのネイビーのミュージアムカーフです。深いムラ感のあるネイビーです。光に当てるとネイビーの濃い部分と薄い部分があるのが分かります。この革を使ってウイングチップフルブローグを作っていきます。アッパーがこのネイビーのミュージアムカーフで、カウンターライニングはアッパーの色に合わせて青いものを使います。それとバンプライニングはいつもと同じく柔らかくて足当たりのいいライニングを使っていきます。フルブローグというと、穴飾りがあるのが一般的で、この靴も穴飾りをつけるんですが、普通穴飾り言うと大きい親穴と小穴2つのセットで開けていくんですが、今回はこんな感じで小穴のみ連続でいきます。ちょっと繊細な感じのイメージになります。で、アッパーにこの型紙を合わせて
クリップで留めて、この型紙通りに穴を開けていきます。アデレードタイプでハトメのパーツを囲むようなデザインになっています。僕個人的にはアデレードタイプって直行機な感じがするなと思ってかなり上品なので、それに合わせてこの穴飾りも上品な感じで小穴のみ連続ということにしていました。アッパーと同じミュージアムカーフを細くついたものを半分に折ってビーディングテープで作っていきます。一度仮刷りしてメダリオンの位置を確かめたので、また型紙を合わせてメダリオンを抜いていきます。メダリオンを裏当てします。同じ革薄くついたものを貼ります。はい、ということで9番と10番アッパーができました。今回はどちらも裏感のある革を使った靴になりました。こちらはコードバン、こちらはカーフ、こちらは外羽、内羽、シンプル、装飾ありという感じで、裏感のある革というところ以外は全く違った靴になってます。コードバンの靴は本当に面白い見た目ですね。やっぱり革の状態と裁断した状態、そしてアッパーで組み上がった状態ではまた雰囲気が違ってきてて、ここからさらに釣り込んだ状態、完成した状態、どんどん印象が変わっていきそうですごく楽しみですね。そして名前はナンバー9ロスコダービーと書きました。
このコードバンは画家のマーク・ロスコをコンセプトにロスココードバンと名付けられたものなので、そこから取ってロスコダービーという名前にしました。こちらはナンバー10です。名前は若干遊び心ナンバー10コズミックアデレード星です星は読まないですけど、ナンバー10コズミックアデレード流れ星を書いてきました。というのもこの川、深海だったり宇宙っぽいようなイメージが僕の中であって、今回は宇宙というところにフォーカスして、なんとなく宇宙っぽいとか、なんとなくですけど宇宙船っぽいとか、なんかそんな感じのイメージを持って作りました。このたくさん開いた小穴、これは夜空に浮かぶ星ということで、そしてメダリオン、スタンダードなメダリオンデザインのラムズホーン、羊の角っていうのがあるんですけど、それをベースにこの少し大きめの穴の後ろに3本線があります。少し大きめの穴に2本線があります。こんな感じで流れ星のイメージでオリジナルを作りました。メダリオンでいうとこの少し大きめの穴に3本線みたいなのは結構花びら、アザミの花びらみたいな表現する時に使われたりするんですが、今回はそうではなくて流れ星、なんか中心に向かっていってる流れ星が 1,2,3,4,5,6 あって、真ん中に星が1個輝いてるみたいな、そんな感じでこの川の色、デザイン、そしてメダリオン含めてそういったイメージで作ってみました。では7番8番引き続き9番10番やっていきます。それではまた。